はいどうも皆さんこんにちは。スターディの河野玄斗です。今回はですね、1の2乗分の1足す2の2乗分の1足す3の2乗分の1足す4の2乗分の1足す点点点。この値が6分の π2乗になることを中学数学だけで求めていきます。この問題ですね、バーゼル問題と呼ばれる有名な問題なんですけど、1644年に問題提起されてから91年間解かれなかったんですよ。そのね、91年後に有名なね、数学者オイラーって人が、この6分の π2乗っていうのを求めたんですけど、それだけ難しいんですよ。ただですね、この問題、実はある超ぶっ飛んだ発想を使えば、中学数学、しかもね、簡単な数学を用いて求めることができるんですね。なのでね、今回はぜひそのね、ぶっ飛びすぎた発想のそのぶっ飛びようを楽しんでもらって、数学のね、面白さっていうものを学んでもらえたらいいかなと思います。それでは初めに光の話から。なんで急にね、最初光の話始まるんだって思うかもしれないんですけど、ぶっ飛んだ発想でね、後で繋がってくるので、ここに光源を置くとします。この光源から光がね、出てるよね。で、この光源から1だけ離れた人が観測する、その光の強さを1としましょう。この光の強さを1とすると、じゃあ、この光源から2離れてる人、さらに1離れてる人ね。この人が観測する光の強さがいくつになるかっていう話なんですけど、これ実はですね、4分の1なんですね。なぜかというと、ここにスクリーンをね、考えてあげましょう。ここにスクリーンを考えてあげる。で、このね、光源から、光線が出てるね。こんな感じで光線が出てますよと。この光線がこのスクリーンに当たった時に、光の強さが1なわけなんだけど、じゃあ、この全く同じ光線がこの人のところまで届いた場合、この光線っていうのは伸びていくわけですね。そうすると、このスクリーンの大きさっていうのは、これ縦もね、横も2倍になってる。要は4倍の大きさになってるわけですよ。面積としては4倍。そして光線にね、着目してあげると、この光線、当たってる光線ね、光の本数っていうのは同じじゃないですか。要は、このスクリーンに当たってる光の総量と、このスクリーンの光の総量っていうのは一緒。光の総量が同じということは、当然ね、面積が4倍になってるこっちの光の強さで言うと4分の1倍になってますよと。一般にですね、光の強さっていうのは、この光源からの距離の2乗に反比例するっていうことが知られてるんですね。このことを使うと、結局ね、この逆数の平方の和っていうのは、数直線を考えてあげたときに、原点に人がいるとします。で、点1、点2、点3、点4、点点点と、ここにすべてのね、自然数の点に光源があると。この光源から光が発せられたときに、この人が感じる光の強さと一致するわけなんですね。というのも、この光源から発せられる光が原点に届いた時の光の強さっていうのは、距離が1だから1ですよね。じゃあ次、この点から発せられた光が原点に届くとき、距離が2倍になっているので、これ2の2乗分の1の強さ。同じように、ここから発せられる光は3の2乗分の1の強さ、4の2乗分の1の強さ、点点点と、こういう風になるので、この人が感じる光の強さっていうのは、この逆数、平方の逆数の和になっているということがわかりますよね。なので、この光源を置いていって、その光源から発せられる光の総量っていうものをベースに、このね、値を求めていこうと。こういう発想から始まるわけですね。もう早速ぶっ飛んでると思うんですけど、次にね、逆三平方の定理ってやつをやっていきます。今、ここに直角三角形があって、この点から斜辺に垂線を下ろして、この長さを A、B、H とすると、こういうね、式が成り立ってる。H2 乗分の1イコール A2 乗分の1プラス B2 乗分の1と。これね、三平方の定理のそれぞれのこう逆数にしたみたいな形ですよね。この証明っていうのは簡単で、例えばこの三角形の面積を2通りの方法で見ていくと、これね、底辺ここにすると2分の 1AB っていう風に見れるし、あるいはここをね、底辺とすると、この長さルート A2 乗プラス B2 乗だから、2分の1倍のルート A2 乗プラス B2 乗倍の H と、高さ H っていう風になって、これを変形してあげると、この式が得られると。で、このね、逆三平方の定理が導かれると何が面白いかって、今、
ここの点に人がいるとします。観測者ね。で、このところに光源があるっていうふうに考えた場合、この人がこの光源から感じる光の強さって h2 分の1ですよね。距離 h だから。で、これっていうのは a2 分の1たす b2 分の1に分解できる。すなわち、この光源をこことここ、この2箇所に分解できるよと。1個の光があったら、これをこの点とこの点に光源を2つね、置いてあげることによって、結局、この人が感じる光の強さっていうのは変えずに光源だけを移動することができるよと。こういうね、話が出てくるわけなんですよ。このね、光源の移動っていうものが使えるためには、まずはこの光源に対して垂直な線ね。垂直な線上にまず点を移しますよと。で、しかもこの2つのね、光源と観測者。この角度が90度でなきゃいけないと。こういう条件さえ満たしていれば光源を分けられるということがわかる。で、今回ですね、この光源を分けていくっていう操作をひたすら繰り返していく。そういう発想によって、このね、値を求めていくわけですね。じゃあどういうふうに考えるか。今ここに円を考えます。この円周の長さは2。円周の長さが2の円があって、今、この一番下のところに、観測者を置くと。ここに人がいますよと。で、その直径にね、挟む点に光源があるというふうに考えます。そうすると、この人がね、感じる光の強さはって言われたら、ここの距離っていうのは円周の長さが2なわけだから、π 分の2ですね。直径かける円周率が2なわけだから、π 分の2。とすると、この人が感じる光の強さはって言われたら、4分の π2 乗ですよね。逆数の2乗だから、4分の π2 乗。で、今、この光源をひたすら分割していきます。まず、こういう元のね、円の直径が2倍となっている円、すなわち直径が π 分の4の円を考えます。そしたらね、この円の中心っていうのはこの光源ですよね。で、今、この円周上にこの光源を移すことを考えていく。どう移すかというと、このね、光源とこの、人、観測者を結んだ直線に対して垂直な線をこういうふうに考える。そうすると、ここの角度っていうのが90度っていうのが簡単にわかるわけなんですよ。だってここ直径でしょ？この円に関する直径だから、ここが90度だよねってことがわかる。とすると、これ、ここの部分も直角なので、逆三平方の定理が成り立つわけなんですよ。ね、ここが直角三角形で、垂線を下ろしてるから。よって、この光源っていうものは、この2箇所に分裂させることができるんですね。よろしいですかね。で、この2つの点っていうのは、大きい方の円周を2等分してるということがわかるはず。だってここは直径だから。で、そうすると、この円周と円周の長さ、円弧と円弧の長さですね。この長さがどうなってるかというと、円周の長さ、元々のちっちゃい方は2なんだけど、それが2倍に拡大された。だけど、中心角としては半分になったわけだから、これが22で一緒なわけだよね。円周の長さ2と一緒。じゃあこれとね、全く同じことをやっていきましょう。今この青い円をギュッと、縮尺ね、小さくしてここに書くとします。すなわち、この円の直径が π 分の4で、今光源がね、これを見てあげると、こことここにある。それをそのまま書いてあげると、こことここにありますよと。この光源をまたね、この π 分の4が直径の円から2倍にね、拡大したもの。だからこの円の中心はここにあるわけなんだけど、その円周上に移していくことを考えましょう。今ここに観測者がいるわけだから、この観測者から光源を結んだ線に対して垂直な直線を考えていくと。そうすると、交点がね、こことここ2つ持つわけなんだけど、実はですね、ここの角度は90度になってるんですね。それがなぜかっていう話なんですけど、この垂線が必ずこのね、大きい円の中点を通るっていうのがポイント。っていうのも、ここ垂直じゃないですか。そうすると、ここの交点と、ここの点っていうのを結んであげると、ここが90度になってるので、ここの直線っていうのは、このちっちゃい円の直径になってるはずなんですよ。直径になってる。ということは、ここの
大きい円の中心を通るということが確定するので、その時点で、この直線っていうのは、この大きい円の直径になっているということもわかる。ということは、この角度が90度だよねっていう風に導くことができて、そうすると、ここの中のね、逆三平方の定理を使うと、この光源っていうのを、この2箇所に分けることができる。同じように、この光源も分割することを考えると、この観測者からこういう風にね、結んであげて、これに垂線を引いてあげると。ただ、垂線っていう見方じゃなくて、もうこれでいいんですよ。この中心と、この光源を結んであげる。そうすると、必然的にここが垂直になるんですね。さっきの話を使ってあげると、ここが直径なわけだから、ここが垂直になりますよと。で、ここの部分ね、当然中心と結んであげてるわけだから、ここは直径になってますよと。大きいの直径。だから、ここの部分ね、同じように直角三角形を見つけることができるので、逆三平方の定理より、ここの光源っていうのを、こことここに移すことができると。結果、もともとね、この2箇所にあった光源っていうのは、この4箇所に移すことができるわけ。移すことができるっていうのは、当然、この観測者が光の強さね、変わらないように動かしていったってことですよ。つまり、このね、観測者がね、光の強さいくつですかって言われたら、4分の π2乗っていうのは最初からずっと変わらないと。じゃあもうちょいね、この点がどういう点かっていうのを見ていくと、実はね、この点っていうのは、大きい円を4等分している、そういう位置関係にあるんですよ。なぜかというと、ここのね、元々の光源、2つ結んであげると、このちっちゃい円に関しての中心角っていうのは、当然180度。とすると、この光源を通って、このね、中心の部分に結んであげた、この2本の直線のなす角っていうのは、その半分の90度になってますよね。で、この90度の角度っていうのは、当然こことこの角度、すなわち、この光源と、この光源からのなすね、この円弧のなす中心角に等しくなってると。だから、ここ90度、90度、で90度、90度という風になる。そうすると、この4つの光源をね、挟む円弧っていうのは、それぞれ大きさがね、2になってますよね。もともとこの長さが2だったのが、今度はね、円の半径が2倍になって、で、中心角がさらに半分になった。っていうことを考えると、このそれぞれの長さが2、2、2、2と、こういう関係になっていることがわかるんですね。じゃあラスト、この青い大きい円をこの画面の都合上、2分の1ね、小さく縮尺して書いてあげて、もう一回同じことをやっていきましょう。このちっちゃい方の円が、この大きい方のね、円に対応するっていう風に考えてあげると、今光源が、この4箇所にあって、ここにね、観測者がいるわけじゃないですか。じゃあまた、半径が2倍の円っていうのを考えてあげて、この光源を移していくことを考えると、例えばね、この光源を移すっていうことを考えたら、この光源、ね、この線に対して垂直な線を考えてあげる。でも垂直な線っていうのは結局、ここの大きい円の中心を通る、そういう直線だっていうふうに言い換えることができますね。っていうのも、ここの部分が直径になっていて、ってことはここが垂直になるから。なので、この点を通れば、ここの部分が垂直だっていうことがわかる。で、この大きい円の中心を通るっていうことは、ここがね、直径になるわけだから、当然、ここの部分、角が90度っていうことがわかるので、この光源っていうのは、この2つの点に移されますよと。同じことをこの点についてもやってみます。そうするとね、ここの直線を考えてあげて、この中心と結んであげるんだよね。そうすることによって、ここが垂直だし、ここが直径だから、ここが垂直になるわけだから、結局、この光源っていうのは、この2点に移されますよと。同じようにこれとこれについてもやってあげると、それぞれ光源が、こんな感じで移されて、要はね、大きい円のこの1、2、3、4、5、6、7、8個の点に分割することができるわけね。1個の点から2つの光源っていうのに分割してるわけだから、2倍になってるっていうのは当たり前。で、着目すべきポイントっていうのが、この8つの点っていうのは、この円周をきれいに8等分してるんですね。なぜかというと、もともとね、この4つの円だった頃っていうのは、
この隣り合う円っていうのは、当然中心角が90度。これによって4等分されてたわけなんだけど、今度隣り合うものっていうのは、このね、2つの点から出てくるこのね、角度っていうのは、どっちもこの直線っていうのは中心を通ってる。ここのね、点を通ってるわけなんだけど、これって、中心角と円周角。ね、小さい円における中心角と円周角の関係より半分になってるね。45度ということがわかるわけだから、じゃあ大きい円で見てあげれば中心角が45度だよねと。こんな感じで、ちゃんとね、8等分、それぞれ全部45度っていうのを同じように求めることができるので、8等分していることがわかると。じゃあ、この光源と光源の間の子たちっていうのは全部2になってる。半径が2倍されて、中心角が半分になってるわけだから2になってると。こういう操作ね、どんどん円を2倍にしていって、これをひたすら繰り返していきましょう。ひたすら繰り返していく。こんな感じで。こんな感じで、ひたすら繰り返していくと、どうなるか。どんどん円の半径が大きくなればなるほど、結局、ここのね、部分っていうのは、直線に近づいてきますね。直線に近づくんですよ。もちろんね、厳密には円ではあるんですけど、これもう円のね、大きさっていうのを無限に大きくしていったら、結局この曲がるっていうことは来ないわけですよね。だってもういくら経っても左の右とかね、左右にこう突き進んでいくわけだから、もう実質直線になるわけなんですよ。この直線になるっていうイメージが分かればね、もう答えは間近ですね。この操作を同じことをひたすら繰り返していくんですけど、当然この人にとっては光源のね、光の強さっていうのは4分の π2乗で変わらないはず。で、光っていうのは、ね、光源の位置っていうのはどういう風に変わるかっていうと、どんどん分割がね、増えていくわけなんだけど、結局光源と光源の距離2っていうのは変わらないんですね。すなわち、これもう無限に大きくして直線になったっていう風に考えてあげれば、観測者にとっては、1、3、5、そしてマイナス1、マイナス3、マイナス5と、プラスマイナス奇数の点に光源がある。その光の強さと同じになるんですよ。ね。だって、すべての距離が2なわけですよね。だから、ここの距離が2だし、2だし、2だしと。こういう風に無数の光源が連なるっていう風に言えるんですね。じゃあ、この人がね、感じる光の強さはって言ったら、当然最初と変わらない4分の π2乗なので、これね、正負、これ対称性より右側から来る光の強さっていうのはその半分で8分の π2乗なんですね。だから、8分の π2乗が1の2乗分の1足す、3の2乗分の1足す、5の2乗分の1足す。ね、こんな感じで、奇数の平方の和を、逆数をね、取ってあげたものの和が8分の π2乗ということがわかるんですね。もうここまで来たらね、答えが出るんですよ。求めたい、1の2乗分の1足す2の2乗分の1足す3の2乗分の1足す点々点と。この値を S として置いてあげましょう。で、今回求めた8分の π2乗っていうのは何かというと、1の2乗分の1足す3の2乗分の1足す、5の2乗分の1。ね、奇数をね、足してってるわけですね。足す点々点と。この差を取ってあげるとどうなるかというと、S-8 分の π2乗っていうのは、2の2乗分の1足す4の2乗分の1足すと。こんな感じで偶数だけが残るんですね。で、これっていうのは、2の2乗分の1でくくってあげましょう。4分の1とかね、4分の1でくくると、1の2乗分の1足す2の2乗分の1足す3の2乗分の1足す点々点と、こういう風になって、ここの部分が結局 S っていう風になるわけだから、S-8 分の π2乗イコール4分の 1S 移行すると、4分の 3S イコール8分の 1π2乗。なので、S はって言ったら、両辺3分の4倍してあげて、6分の π2乗という風に求めることができるわけです。こんな感じでね、求めてきたんですけども、発想ぶっ飛びまくってますよね。光源っていうのを最初に置いてあげて、光の強さが変わらないようにどんどん光を分割していくと。で、あえて円っていうものを考えてあげて、半径をね、2倍にしてった円っていうものに、どんどん光を動かしていきますよと。で、ここでね、π2乗っていうのが出てくるのがどっからかというと、円周が2になるような円っていうのを最初考えたので、必然的に直径の部分は π 分の2っていう形になった。
ということは、光の強さは逆数の2乗だから、π2乗っていうのが出てくると。こういうね、6分の π2乗の背景っていうことも理解できると、非常にね、発想ぶっ飛んでて面白かったんじゃないかなと思います。今後もね、こういった面白い話っていうのをたくさん取り扱っていこうと思うので、ぜひチャンネル登録、高評価、そしてこういう動画撮ってほしいよっていうのをコメントに残してもらえると嬉しいです。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。